の住宅街に男の叫び声が響き、22歳の青年は地面に倒れ込んだのだ。一体何が起きたの？たった1万円のために少年2人は無防備な青年に襲いかかったのだ。凶器を手に繰り返し攻撃を加え、青年はそのまま命を落としたのだ。1万円のために人の命を奪うなんて信じられないわ。しかも少年たちはその後、証拠を消そうと動き回っていたのだ。計画性とも衝動とも取れるその行動が捜査を複雑にしていったのだ。なぜ2人の少年は見知らぬ青年の命をこれほど軽く扱えたのか、その答えを探っていきたいのだ。2009年、東京都武蔵野市の路上で22歳の青年がたった1万円のために命を奪われたのだ。加害者は2人の少年、いずれも重大だったのだ。重大の少年はたった1万円のために本当に許せないわ。被害者の青年は当時22歳で、地元の友人たちからも慕われる穏やかな性格だったと伝えられているのだ。その日もごく普通の夜を過ごしていたそうなのだ。何も悪いことをしていないのに突然命を奪われるなんてあまりにも理不尽ね。彼が少年たちと面識があったかどうかすら定かではなく、まさにその場にいただけという理不尽な被害だったのだ。無差別に近い形で標的にされたのだと伝えられているのだ。じゃあ少年たちは最初から誰かを襲うつもりで出てきたということ？少年 A と少年 B の2人は事件当時いずれも定職もなく、学校とも疎遠な状態だったと報じられているのだ。昼夜逆転の生活を送り、金に困っていたそうなのだ。居場所がなくてお金もなくて、それで人を襲うという選択に至ったのね。周囲との人間関係もほとんど断絶していたと伝えられているのだ。家族との会話もほぼなく、仲間内でも問題行動を繰り返していたそうなのだ。そういう状況に追い込まれていたとしても、それが犯行の免罪符になるわけじゃないわよね。もちろんそうなのだ。ただ2人が社会の網の目からこぼれ落ちる過程でどこかで介入できた場面があったはずだと僕は思うのだ。それなのに誰も止められなかったということよね。被害者の青年は本当に気の毒だわ。事件前夜、少年たちは金を手に入れようという話を互いにしていたと伝えられているのだ。これが計画性を示す言動として後に捜査で重要視されたのだ。事前に話し合っていたなら完全に衝動だけじゃないってことよね。そして翌日の夜、2人は武蔵野市の路上で青年を見つけ声をかけたのだ。この後事態は急転するのだ。怖いわ。その青年はまさか命を狙われるとは夢にも思っていなかったでしょうに。2人が青年に声をかけたのは武蔵野市内の路上、夜の静かな住宅街の一角だったのだ。街灯の光が薄く、周囲に人通りはほとんどなかったと伝えられているのだ。誰も見ていない場所だったのね。少年 A がちょっといいですかと声をかけ、青年が立ち止まった瞬間、少年 B が背後に回り込んだのだ。青年は2人に挟まれる形になったのだ。最初から2人がかりで囲んでいたの？そうなのだ。これが後に計画的な強盗と判断された根拠の一つとなったのだ。少年 A が金を出せと低い声で要求し、青年が反射的に身を引こうとしたのだ。その瞬間、少年 B が青年の背後から首に腕を回し動きを封じたのだ。青年は声を上げようとしたが体が自由にならなかったのだ。少年 A は青年の腹部めがけて鋭利な刃物を突き出し、一度また一度と連続して刺したのだ。青年はその場に崩れ落ち、舗装された路面に倒れ込んだのだ。2人はその場を走り去ったのだ。手元に残ったのは青年の所持金わずか1万円だったと報じられているのだ。たった1万円のために22歳の命が奪われたの？どうしてそんなことができるのかしら。青年は搬送先の病院で死亡が確認されたのだ。刃物による死傷が致命傷となったのだ。本当に胸が痛いわ。その青年にも家族がいたはずなのに。逮捕後、少年 A は金が欲しかっただけだと供述し、少年 B も関与を認めたと伝えられているのだ。2人は証拠となる凶器を川に投棄しており、証拠隠滅を図っていたことも判明したのだ。逃げた上に証拠まで捨てていたなんて、計算して動いていたということよね。許せないわ。裁判では少年法の規定のもと審判が行われ、少年 A には不定期刑が言い渡されたと伝えられているのだ。少年法の適用により、刑事裁判での量刑は成人より軽くなる場合があることも社会的議論を呼んだのだ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず考えたいのは、少年 A と少年 B がなぜ1万円のために人を殺すという選択をするまでに至ったかという点なのだ。僕はこう思うのだ。2人の人生のどこかに社会から切り捨てられたと感じた分岐点があったはずなのだ。金額が1万円というのが余計に重くて、お金そのものよりもっと深いところに理由があった気がするわ。資料によると少年 B は事件当時無職だったのだ。学校にも職場にも居場所がない状態で、社会との接点がほとんど断たれていた可能性があると思うのだ。そういう孤立した状況が犯行への心理的ハードルを下げた一因だと考えるのだ。でもそれが直接人を刺す
につながるかしら。孤立している若者が全員そうなるわけじゃないわよね。そこが重要な点なのだ。孤立だけでなく、誰も自分を見ていない、助けてくれないという認識が積み重なった時、他者への共感が薄れていく構造があると思うのだ。2人が示し合わせて犯行に及んだことを見ると、その感覚を互いに強め合っていた可能性があると思うのだ。誰かが手を差し伸べていたら変わっていたのかしら。学校の先生でも地域の大人でも。僕もその不可説は重要だと思うのだ。少年 A が金が欲しかっただけだと語った言葉の裏には、その金で何かを解決しようとしていた現実があったはずなのだ。誰かが生活の具体的な困窮に気づいていれば、別の選択肢を示せたかもしれないのだ。結局社会の網の目からこぼれ落ちた子たちを誰も拾えなかったということよね。そして証拠隠滅という行動もこの文脈で見ると興味深いのだ。犯行後に凶器を川に投棄するという判断は衝動的な犯行の割に冷静すぎるのだ。これはどうせ自分は守られないという社会不信が染み込んでいたからこそ取れた行動だと思うのだ。捕まれば終わりだと分かっていながら捕まらないための計算もできていた。その冷静さが余計に怖いわ。僕はやっぱりこの事件の根っこは社会的孤立と相互強化にあると思うのだ。2人が互いの怒りや絶望を肯定し合う関係になった時、外部からの歯止めが完全に機能しなくなったのだと思うのだ。私も同じ見方をしてるわ。でもその孤立を生み出した側にも責任があるということを忘れてはいけないと思うの。次に、誰でもよかったという心理の構造について考えたいのだ。少年 A と少年 B は被害者の男性を事前に知っていたわけではなく、1万円という金額のために見知らぬ人間を標的にしたのだ。1万円のために人の命を奪うなんて、どうしてそこまで命の重さが軽くなってしまったのかしら。僕が注目するのは、怒りや欲求不満の向け先が社会全体にまで広がっていた点なのだ。特定の誰かへの恨みではなく、手近にいた誰かを道具として見るようになった時、歯止めはなくなるのだと思うのだ。つまり被害者の男性はたまたまその場にいたというだけで命を奪われたということよね。それがどれだけ理不尽なことか。その理不尽さの根っこには、2人が長い時間をかけて自分たちはどうせ何も持てないという感覚を育ててしまったことがあると思うのだ。他者の命と自分の欲求が同じ天秤に乗るくらい感覚が麻痺していたのだと思うのだ。その麻痺は1日でできたものじゃないわよね。誰かが途中で気づいていれば止められたかもしれないのに。そこが最も重要な問いなのだ。2人の周囲には学校も家庭も地域も存在していたはずなのに、誰一人として危険なサインを深刻に受け止めなかったのだ。暴力的な言動や非行の兆候があったとしても、それが個人の問題として処理されてしまったのだと思うのだ。 SOS が届いていたとしても受け止める側の仕組みが機能していなかったということよね。それは社会全体の失敗だわ。少年法の枠組みの中では、逮捕や装置があっても根本的な環境が変わらなければ再び同じ道に戻るリスクが高いのだ。この2人についても事件前に何らかの接触が制度的にあったかどうかを社会は問い直す必要があると思うのだ。制度があっても使いこなせなければ意味がないということよね。そこをきちんと検証しなければ同じことが繰り返されるだけだわ。証拠隠滅の点と合わせて考えると、2人は捕まることへの恐怖と助けを求めることへの不信を同時に抱えていたのだと思うのだ。その2つが共存している時、人は最も危険な判断をするのだと思うのだ。助けを求める先がないと感じた時、人は最悪の選択肢に手を伸ばしてしまうのかもしれないわね。僕はやっぱりこの事件を防げなかった最大の原因は、孤立した少年たちを早期に発見して介入する仕組みが機能していなかったことにあると思うのだ。1万円という動機の軽さはそこまで追い詰められていたことの裏返しだったのだと思うのだ。私も同じ見方をしてるわ。でもその仕組みが機能しなかったという事実を私たちは他人事にしてはいけないと思うわよ。というわけで今回は2009年に東京都武蔵野市で起きた強盗殺人事件を解説したのだ。どうだったメタン？少年2人が1万円のために命を奪ったという事実の重さと、その背景にあった孤立や助けを求められない環境について改めて深く考えさせられたわ。仕組みが機能していれば防げた可能性があったというのが余計に胸に刺さるのよね。22歳という若さで命を奪われた被害者の男性は誰かの大切な人だったのだ。彼の人生が理不尽に断ち切られた事実は絶対に忘れてはならないのだ。どうか安らかに眠ってほしいわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。